様、本日はですね、ちょっと待ってね、手袋がつかない。めっちゃ大きいんだけど、豚ロース切り身、とんかつ用なんですけれども、今回とんかつじゃなくて、塩麹味噌漬け。麹味噌豚。塩麹味噌麹漬け豚ロース作っていきたいと思います。豚ロースの味噌麹漬けだよ。やっていきます。豚ロースの味噌麹漬け焼きだ。焼くんだよね。焼く生つける終わったんだよ。はい。でめっちゃ簡単です。ジップロックに味噌とか全部もろもろ入れて半日ほど漬け込みます。でまず味噌、この味噌別に何でもいいです。白味噌じゃなければねを山盛りで大さじ3杯ほど、山盛り大さじ3杯にこちらの塩麹、こちらも大さじ3杯、約3杯ですね。ちょっと多くても大丈夫です。でここにお砂糖、こちらを大さじ、そんな甘くならなくていいから大さじ1杯でいいかな。はい、大さじ1杯でここにちょっと伸ばしたいので少しだけみりんを大さじ1杯ほどですね。はい、で全部入れたらこちらちょっと混ぜ合わせておきます。でこちらしっかり混ぜ合わせたらこちらに先ほどのとんかつ用の豚ロース、今回すごい大きいです。グラム数がね 100g あたり96円なんだけどすごい安くて大きかったんで食べたいと思って、はい、こちらを3枚、はい、豚肉入れたらこちらをしっかり揉み込みます。でこんな感じでしっかり空気を抜いてまんべんなく味噌につけて、半日から1日ほどしっかり漬け込んであげてください。でたまにねちょっと揉み込んであげて味噌がちゃんと触れてないところとかもあるかもしれないからちょっと揉み込んであげてより味をなじませてあげてください。はい、ではもうこちらで下処理終了。では冷蔵庫で寝かせます。ではねこちら塩麹味噌で漬けた豚ロースですね。もう1日漬けたのでこちらまず取り出してちょっと余計なね味噌とかは取り除きます。すごいな、映らないんだね。何が？いや、あ、そうだみんなちょっと映して食べる時でもいいんだ。食べる時でもいい。食べる時でいいじゃん。でね今ねちょっとしゅうちゃんが言ってたの見て、俺ねエプロン買ったの。どう？わかんないよねこれ。すごくね岡山のなんか岡山倉敷の方ってジーンズ、デニムが有名。そうデニムがすごい有名なんですけれども、なんかセレクトショップじゃないけどそういう岡山のそのお店があって行ってみたらデニム生地のエプロンがすごい大きいのがあって買っちゃったはいでよ、ちょっと後でねお見せしてきたらお見せしたいんですけども、こちらの豚ロースからちょっと余計なね味噌麹をちょっと落としておきます。全然落としきらなくてもいいんだけどね、焦げやすいっていうのがあるんで。では余計な味噌とか落とした豚肉を焼いていきます。で最初焼くんで、でちなみにあとこれプラスあと皆さんねキャベツとか用意してあげといてください。最初焦げ目をつけてねしっかり焼き色をつけた後蒸し焼きにするんだけどフライパンにダイレクトのお肉のせていくとね焦げていくので、キャベツを敷いてその上に豚肉を置いてちょっと蒸し焼きにする感じにします。だからキャベツとかあとそうだねネギとか玉ねぎとかそういうちょっとね一緒に炒めても美味しそうな野菜でフライパンとお肉の間に引けるクッションみたいな感じのね食材を用意してあげておいてください。ではフライパン熱してきたので今回油引かずに豚ロースで今回のは最後は食べやすいように適当な大きさにカットして盛り付けようと思ってるので筋切りとかはしてないんだけど、丸ごとのままね食べようかなって方は一応筋切りとかはしてあげといた方がいいかもしれないですね、仕込みの段階で。で片面強火で 1,2 分ほど焼いてしっかりめに焼き色をつけて、ただお味噌とか麹が焦げやすいので焦げすぎないようにだけ注意しつつ見ていきたいと思います。はい、じゃあちょっといい焼き色つき始めたので一回ひっくり返します。
火の加減的にここが強いから。で両面しっかりとね焼き色をつけてください。はい、ではね2分ずつ両面焼いてしっかり焦げ色がついたら一旦火を止めてお肉取り出します。ではフライパンにキャベツ、こちらちょっと敷き詰めます。キャベツ引いたら先ほどちょっと拭ったお味噌、お肉からね拭ったこのお味噌ちょっと入れときます。で大体ちょっとお味噌余ると思うんだけど大さじ2杯分ぐらいですね、合計キャベツにあえてあげてください。でキャベツちょっと軽くねこのお味噌たち混ぜ合わせてあげといて。めっちゃいい匂いする。今来た。やばい。はい、で味噌とキャベツが適度に絡まったら、はい、上にお肉戻します。中火ぐらいにしてこの状態で蓋をしてキャベツの水分で蒸し焼きにします。キャベツはね全然焦げちゃっても大丈夫なので、この状態で10分ほど中火で火にかけていってお肉に火が入れば完成です。でちょっと火にかけていきます。蒸し焼き終わり、オープン。あ、だいぶキャベツがしんなりして水分が出てるね。はい、でこれでもうねお肉に火が通ったら完成なので、最後では盛り付けで実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思うんですけど、そうなのこれなんです。ちょっと下が黒だったから分かりづらかったね。でも今後ねまたもしかしたらつけてくるかもしれないから。ポッケあるから。割烹着着たお母さんみたいな。すごい良かったよね。でもね本当にあと調整が楽なんだよね。そうめっちゃもうかぶるだけだから、後ろで縛るタイプとかそういうのじゃないから、めっちゃ楽なんです。はい、報告でございました。オーバーオールみたいな。よかったね。はい、はい、じゃあ早速いただきたいと思います。いただきます。いただきます。でサムネイルはまんまだったんだけど一応ねカットして食べやすくねやっております。いただきます。はいどうぞ。いやもうね絶対美味しいんですよ。もう香りが。いただきます。はい、うまい。いただきます。もうねマジでうまい。柔らかいししっとりしてるし、もう超味しみてめちゃくちゃうめえ。これうまっ。これ弁当に入ってたら最高だね。これじゃ久々に来たわ。うまっ。で今回下キャベツだけなんですけど、もうお好きな野菜だって人参とかああいうのガンガン入れても、もう野菜だけで多分ご飯進みます。これこうちゃんやばい。またすごい波出しちゃったよ。キャベツがうまい。もういつもね皆さんにお伝えしてるこれねこうちゃんのこの味付けがマジでピカイチです。超うまい。でやっぱ1日漬け込んでるから、その前の日に漬け込んで次の日例えば朝とかに焼くだけでお弁当に持っていけるし、厚みによってはね今回ステーキ状にしてるけど薄ければもっと時短もできると思うんで最高のレシピだと思う。これやっちゃったね。超うまい。こんなに太いのにめっちゃしっとりして柔らかいんだよね。むしろこのタレを残した後で焼きたいぐらいうまい。野菜炒めに最高のタレだと思う。味付けはもちろんそうだけどめちゃくちゃさっぱりしてるんですよ。今回使ったお肉はそうなのかもしれないですけど、だからおじいちゃんおばあちゃんも絶対美味しく食べれると思う。脂っこくないもんね。あとで柔らかい。本当にびっくりするぐらいおいしいお肉の弾力が残ってるだけで、あとはもうパサつきも全然ないから超うまいですマジで。おっきいハムあるじゃん、ロースハムのすっごい大きいあれくらいの食感、硬さもわかる。しっとり今のしててめっちゃいい表現。伊藤ハムさんのね、そうお中元とかに来るような年末とかにそうおっきいハムの食感だよね。すごいわかりやすい。それあれめっちゃ美味しいじゃないですか。しっとりしてパサついてあれをもう食べてる感じ、食感はね、それにそんでもないその味噌の旨味がやばい。味噌がすごいよね。
ということで、本日はですね味噌麹の豚ステーキをこうちゃんに作っていただいたんですけども、もうね僕たちの実食の状況をね見ていただければ、味の想像はつくと思うんですけども、めちゃくちゃうまいです。うまいよ。マジでこれはこのお手軽さでこの味とこの柔らかさとこの食感はなかなかすごいレシピだと思う。正直その火入れのところだけこうちゃん気を使って作ってくれてたんですけど、そこだけが心配だったんですよ。パサつかないかなっていう、もうそんな心配全然なかった。もう超しっとりして、こうちゃんが言ったってハムのでかいハムの食感なんでもう食感が好きな方はぜひ作っていただきたいなっていうのと、あとお弁当にもすごくいいし、おじいちゃんおばあちゃんとかにはやっぱ味噌の味なんですごい馴染みのある美味しい味付けになってます、あと海外の方にも最近よく見ていただいてるんですけど、味噌ベースはね本当に人気がある料理なんで、ぜひ作ってもらいたいなと思います。はい、なんかあります？野菜もいっぱい欲しかったね。野菜はもっとたくさん入れていいかなと思ったんだけど、ただキャベツって傘が減ればそれは少ないんだけど、最初結構もう山盛りだったから、そうだね、本当もっと大きいフライパンがあるんだったら、もっとねたくさん野菜入れてもいいと思うんだけど、あと火入れが本当片面2分ぐらいでやったんだけど、多分2分も若干いってないかなぐらいなんだよ。もう本当いい感じの焼き色がついたら、あとは野菜の上で蒸し焼きにするっていうので、それで多分火入れが入りすぎない、ちょうどいい柔らかさになると思うので、あと焦げの心配もなくなるんだよね。そうだからね、そこら辺だけはね皆様ねお気をつけて、火加減だけは。あと肉の厚みによってもちょこっと変わるんで、そこはもう切って確かめてみた方が、とりあえず焼きすぎだけは気をつけてくださいってことだよね。はい、本日は以上ね。本当に美味しかったね。本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。バイバイ。